松代さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、風蘭に可愛い根っこが出てきたんですよ。で、それをちょっと紹介したいと思います。そのやり方もですね。はい。これがですね、3月のちょうど20日ぐらいですかね。ソメイヨシノが咲く頃に大株を細かく分けて3目から4目ぐらいを麻縄でくびってですね、それで板につけたんですよ。ただそれだけ。それだけでしっかり根が出てきます。3月のですね、ソメイヨシノが咲く頃にこう板付けするとちょうど根が張りますよっていうことを YouTube で言ってたんで、それに真似してやったらですね、やっぱり綺麗に出てきました。やっぱり時期があると思いますね。はい、こんな感じで綺麗な根が出てきました。で、これはですね、去年咲いた花芽の後もあるし、今年も咲いてくれるかなと思います。風蘭ですね。でも普通の風蘭です。風紀蘭と違って普通の風蘭です。けれども、白い花が咲いて香りが良くてですね、十分これでも楽しめると思いますんで、この根の成長がですね、本当に面白いかなと思っています。これが板付けですね。これがですね、流木付けにしてみました。こんな感じでしっかり根が出てきますもんね。これが少し苔をつけたんですよ。苔をつけてこう板につけた、ちょっと広めの板につけたんですね。これはこれでいいのかなと思っています。はい、でも単純にこう苔をつけずにつけなくてもですね、しっかり根を張ってくるということですね。で、最初ですね、小株を3株から4株つけたんで、最初にですね、麻縄でくびることによって安定しますんで、それをですね、アルミ線で2箇所留めればしっかり固定しますから、それだけですね。しっかり固定させることが大事になるかなと思います。ぐらぐらさせるとちょっと根の張りも悪いと思いますんで、しっかり固定されればこんな感じで根が出て、今から9月ぐらいまで根が伸びますからね、それも面白いかなと思っています。はい、そうしておいたらですね、この大株が手に入りました。むちゃ綺麗に。で、これはですね、自宅の木につけられてたということでした。で、それをですね、木が枯れたんでもう切りましたということで分けてもらったんですけど、もうしっかりですね、こう何年も経った株ですね。こちらの方はですね、こんな株を一つ一つこう切り分けてつけたのがこちらなんですけどね。でもこれはこれでもうボリューム感あって安定した株になってるんで、これはこれでいいのかなと思ってます。でも増やす目的であれば、また来年の春にですね、これを小分けして、こんなのがたくさんできるかなと思ってますんで。でもこれ今はですね、もう花芽がこう上がりそうなんで、今は動かさない方がいいんで、このまま今年花を見たらいいかなと思っています。去年の花の咲いた後がですね、結構いくつもあるんで、もう今年確実に花が咲いてくれるかなと思っております。すごく香りがいいんで、これはいいなと思って今結構増やしているところですね。はい、大株を小さく3つか4つ芽を分けてこうするとこんな感じになるんで、去年も作ってたらほとんど売れてしまってですね、もう苗がなかなか手に入らないんで、ある時にはそうやってちゃんと作っておこうかなと思っているところですね。はい、日本の着生蘭ですね。私も主に着生蘭を主に作っているんで、すごく根の張りとかそういったのが面白いんで、皆さんもですね、風蘭、この根の動きを共有してもらえればいいかなと思っています。これも来るから村さんの方で販売できると思いますんで、それもチェックしてみてください。はい、大株がですね2つあるんですよ。ボーンとこの2つですね。本当に生木につけたら何もせんでこういう形でつきますからね。でもこの胞子が飛んで、胞子っていうのかな、種が飛んでですね、地域の木にくっつくという場合もあるみたいですね。種ができたら梅の木とか柿の木に雨の降り日になすりつけとくと芽が出るよという方もおられました。はい、
梅の木か柿の木が一番いいみたいですね。はい、こういう感じですね。これもですね、くるから村さんので販売できると思いますんで、またそこへもチェックしてみてください。はい、風蘭でした。はい、風蘭簡単な方法でこんなやってきれいにつくからですね。皆さんも風蘭近場に苗があったらですね、鉢植えだけじゃなくて板付け、流木付け、を楽しんでみてください。じゃあ風蘭の管理方法を言いますね。とりあえずうちはですね2、3日1回水やってます。根が完全に乾かないようにちょっと今成長期ですからねやっているところです。でも今梅雨ですからね、今日が5月28日です。もう梅雨真っ最中という形で曇りか雨かっていう形ですよね。もう外の雨が当たるところにやっているんで、雨が降ったら水やらずに、乾燥で2、3日日が照ったらですねこう水をやっている状態です。乾いたらあげる、その段階で根が伸びているような気がしますね。はい、もうみるみる1週間ぐらいで違ってきますし、根っこの先がグリーンでかわいい綺麗ですよね。これが赤い根っこのやつもあるし、赤い根っこの場合には赤系の花が咲くんじゃないかと言われていますね。そういうところで、葉っぱも楽しめるし根っこの動きも楽しめる。はい、と管理法としてはその水を9月まで結構多めにやればですね根がどんどん育ってきます。花時期もですねこう乾いたら水あげるパターンでいいかなと思います。で肥料もですねしっかりこうやってやることによってきれいに育ちますからね。普通はもう外でほったらかしっていうかもうガラガラになったら水やるっていう程度でいいと思います。で冬の寒さも強いです。外の木で平気で越していますからね。そういうところで管理としてはその冬越しもある程度楽にできるし、風蘭っていうのは着生蘭の中では育てやすい部門じゃないかなと思いますね。風蘭でいろんな種類があります。赤花とか、黄色系の花もあるし、風紀蘭といって風入り植物ですね。風入りの風蘭もあります。でもむちゃ高いですね。うちは普通のやつを主に扱ってますんで、普通の白花が基本でおります。はい、たまにルビーコンと赤い根っこが手に入ったりするんですけども、すぐ売れてしまうという感じですね。普通はこの普通の白しかありません。3月の本当に桜の咲く頃につけたらこんな状態でまた製品になってくれるからですねいいのかなと思います。これも今年売れなければですね大株も来年のは小さく分けてまた新しい板付け流木付けを作ろうかなと思っています。はい、そういうところですね。管理は楽です。皆さんも風蘭ぜひ育ててみてください。育てやすくて、香りもいいというやつですね。清楚な白い花が咲きます。もともと日本の山で育つ植物ですからね。私もですね大株を見ました。ここに芋口いるんですけど、芋口の木もう大きい木ですね。それに上もう10メートル20メートルのところにもうでかい株がですね何個もあるんですよね。でその種が地域に飛んで地域の木にですね風蘭がたくさん成長するよっていうことも言っておられました。管理しやすい風蘭ぜひ挑戦してみてください。はい、じゃあ今回はですね風蘭の育て方についてでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。